今日はスノで生成される曲の長さを短くする、長くするスタイルを解説するよ。スタイルが生成する曲の長さはバージョンによって大きく異なる。だから本来は新スノになってから調べようと思ってたんだけど、個人的に調べたい事情ができたので V5.5 時点の効果を調べてみたよ。 V5.5 以外では効果が異なる可能性もあるから注意してね。まずは非常に短い曲を作るスタイルを紹介していくよ。ショートは短い曲を生成する時の最も汎用的なスタイルかな。ショート単独だと5秒前後のかなり短い曲が生成される。また他のスタイルと混ぜることでいろいろな曲を短くすることができるよ。ショートは曲を短くする効果だけで曲調を変化させる効果はほぼない。だからいろいろなスタイルに混ぜて無難に使うことができるかな。ちなみにセックやセカンドもショートと似た効果を持ってるよ。ただ30セックのように秒数を入れても特定の長さを指定することはできない。昔のスノではできた気がするけど、まあ現在の V5.5 ではできなかったよ。他にも短い曲を作るスタイルは多いよ。せっかくなのでいろいろと紹介してみるね。ロゴは企業の広告などで使われる。その企業を象徴するような短い曲のこと。スノではコーポレートミュージックのような明るいメロディーが生成されるよ。ジングルは場面転換などに使われる曲。他のスタイルよりは目立つ音になるね。スティングは効果音のような短い曲。スノでも一番短い曲が作れるよ。ループはループ素材のようなシンプルで短い曲が生成される。必ずループ素材になるわけじゃない。ループしない曲もできるから注意してね。それじゃ今紹介したいろいろなスタイルがどんな曲を生成するのか聞いてみよう。ちなみに今回紹介する曲は短いから全ての曲の内容を説明する時間がないよ。どんなスタイルで作った曲なのかは下の画面のスタイル欄で確認してね。スノーサポートしたいスノー攻略チャンネル。あなたのスノーサポートしたいスノ攻撃チャンネル。
非常に短い曲を作るスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。かなり特殊な効果のスタイルだけど使い道はいくつかあると思う。まず非常に短い曲を作りたいときは当たり前だけどかなり役に立つね。短い曲を作るときはサウンド生成もかなり優秀な選択肢ではあるけど通常生成だと完成した曲ができる。この差は結構大きいんじゃないかな。それと短い曲を作るスタイルは長い曲を短くできる効果がある。先ほどの例では短くするスタイルを何回も入れたから極端に短くなったけど逆に他のスタイルを何回も入れれば少し短くするみたいな調整もできるよ。それとちょっと特殊な使い方としてボーカル曲の間奏を消すこともできる。ボーカル曲に短くするスタイルを入れても歌詞を歌い切るまで曲が終わることはない。一方で歌詞以外の場所は省略して曲を短くしようと頑張る挙動をするよ。試しに4行 ×8 セクションの32秒。この歌詞で J-POP を作って検証してみた。スタイル J-POP で10曲生成したら曲の長さの平均は3分半程度だった。でもスタイルショート J-POP だと曲の長さの平均は3分程度になったよ。ジングル J-POP だとなんと平均2分半まで短縮された。ジングル J-POP はイントロや間奏が全部消えてひたすら歌い続けたよ。イントロやアウトロ間奏を消すのは歌詞欄を工夫するだけでは難しいからボーカル曲に短くするスタイルを使う。これも役に立つ場面はあると思うよ。それじゃ次は曲を長くするスタイル。こちらはどうなのか紹介するよ。曲を長くするスタイルは数が少なく効果も弱いスタイルが大半だった。ミニッツは私が調べた範囲では唯一汎用的に使えそうなスタイル。スタイル単独だと4分以上の曲になる。他の曲と混ぜても曲を長くできるよ。ちなみにミンやミニットは効果がない。ミニッツと複数形にする必要があった。もちろん4ミニッツのように長さを指定する表記も効果がなかったよ。それと意外なんだけどロングも今回調べた限りでは効果がなかった。前に曲を長くするときはロングを使うと説明した動画があった気がするけど深く検証したら間違いだったみたい。この場を借りて謝っておくね。今回調べた単語の中ではそれ以外にエクステンデッドミックスも長い曲を作れたよ。ただこれは EDM 用語なので曲調が EDM 風に変化してしまう。基本的にはミニッツを使えばいいかな。 EDM 系の曲ならエクステンデッドミックスも良さそう。ただ現在のスノは4分以上の長い曲を生成するときに不具合が発生しやすい。特に4分以上の長い曲が1分前後の短い曲になる不具合は多発してると思う。例えばプログは本来長い曲のはずだけど V5.5 だとほぼ1分前後の曲になっちゃうね。ミニッツでも同じ問題が起きるから長すぎる曲を作ると逆に短くなったりする。2分の曲を3分程度に長くするならミニッツはある程度正常に動作するけど3分の曲を4分程度にしようとすると逆に1分程度になる不具合が出てくるね。インスト曲に曲を長くするスタイルを使うときはその点に注意しておくといいかな。ボーカル曲に長くするスタイルを使うとイントロや間奏などが作られやすくなる。もちろんイントロや間奏は歌詞欄にタグを入れても生成されるけどタグを入れたくないときやタグを入れても効果がないときはミニッツを使ってもいい。そして曲を長くするスタイルはサウンド生成で優秀に使える長所もある。サウンド生成は普通に生成した場合は5秒未満の音が生成されることがほとんど。でもミニッツを併用すると上限である20秒の音を安定して生成できるよ。スタイル解説の話でサウンド生成の例を紹介するのは本題からずれてるけど2分の曲を3分にした例を実際に聞いても仕方がないからね。本来5秒未満になるサウンド生成の音を20秒にした例の方を聞いてみようか。
ミニッツは曲を長くするだけではなく、普通の音楽に近づける効果もあるよ。だから特殊な曲にミニッツを使うと普通の曲に近づいてしまうことになる。ただサウンド生成にとってはその効果も便利に使える優秀な効果と言えるね。曲を長くするプラス完成した音楽に近づける、どちらもサウンド生成には欲しい効果だよ。サウンド生成においてミニッツはかなり便利に使えるスタイルだと思う。最後にスタイル以外の方法で曲の長さを調整できるか話しておくね。歌詞欄にうまくタグを入れることである程度曲の長さは調整できる。これは別の動画で詳しく説明するから今回の動画では深くは触れないよ。それと無音データをリミックスすることで無音データの長さに応じた曲を作れる。例えば4分の無音データを素材にしてジングル J-POP でリミックスしてみるよ。カバーやサンプルは10秒程度の曲になる。ジングルの影響だけが出ているね。マッシュアップやインスポは1分程度の曲ができる。ジングルと元データ両方の影響を受けたエディットボーカルとエディットインストは2分程度になる。より元データの影響が強くなったアドステムは元データと同じ4分になる。元データの長さを忠実に再現するよ。つまり好きな長さの無音データで一部のリミックスでは曲の長さを指定できる。スタイルでも歌詞欄でもリミックス生成でも曲の長さを調整することはできるので、いろいろな方法を組み合わせることで好みの長さの曲を作ることはできるよ。それじゃまたね。